今日はサスペンションアライメント、誰でもよしあしが分かる方法を教えます。ということで、前編と後編に分けて、お届けします。まず前編ではハンドリングの5つの構成要素を説明していきます。そしてその中でね、一番ややこしいサスペンションジオメトリーについて、説明していきます。でこれを一通り理解してもらった上で、後編の330と S4STI と、ちょっと短いんですけどもレボーグの 2.4STI、この走行動画をね、比較しながら解説していきます。そうすることによって、皆さんがねより理解が深まると思いますので、ぜひ、自分がね運転するイメージで走行動画見ながら見てみてください。そして、最後にね、誰でも分かる見方をお教えします。それでは行ってみよう。まず最初にハンドリングの構成要素を説明します。1、ボディ剛性。これはですね、いつも言ってますが、家で言うなら基礎に当たる部分で、このボディ剛性が低いともう全部ダメ、手を入れてもダメ、そういう重要なところですね。ボディ剛性には2種類ありまして、曲げ剛性ですね、曲げ剛性、あとねじり剛性ですね、ねじり剛性、この2つがあります。で、理想はもう戦車じゃないけども、全くどんな入力が入っても動かないボディ剛性が理想ですが、実際にはね戦車みたいな重くなっちゃうので、極力軽くしながら高いボディ剛性いかに出すかっていうところが、メーカーの腕の見せ所になるわけですよね。そしてボディ剛性がボディが動かないとしましょう。そうすると設計通りサスペンションが機能を果たして、路面とタイヤの設置、変化が極めて少なくなるということで、安定したグリップ、高いコーナリング性能、ブレーキング性能を発揮することができます。で逆にボディがふにゃふにゃだと、ボディは動くわ、サスペンションは動くわで、狙った通りのサスペンションの機能が出せなくなって、グリップ変化が大きくなるということになります。なので昔の車はボディがふにゃふにゃでしたので、もうレーシングカートみたいにね、もうサスペンションを硬くして足を固めてしまって、ほとんどもうストロークさせない、ボディのねじり力が加わってボディがねじることで、接地変化を最低限に抑えて、コーナリングフォースを最大限にしようということで、昔の、スポーツカーはね足が硬かったわけです。ですが、今はね、フェラーリはじめポルシェ、ですね、そういうスーパーカーというやつね、そして一般的なスポーツカーも含めて、昔のほどはもうスポーツカーの足は硬くありません。結構乗り心地が良くなってます。そういうことです。なのでいまだにねスポーツカー走りの車ね、SO もそうでしたが、硬くないとダメだと思ってる人は昭和の頭です。時代の変化に対応して令和の頭になりましょう。そして、2番目ですね、サスペンション剛性&取り付け剛性ということで、さっきの話の延長線上でね、せっかくボディ剛性が高くて動かないボディを作ったとしても、サスペンションアームの剛性がね、サスペンションリンクとかね低くてたわんじゃうと、動いちゃうと設計通りの性能が出ませんよね。で急激な接地変化が起こる。だからこのサスペンションの剛性も高い方がいいし、それを取り付けてる剛性も高い方がいいということです。そしてブッシュね、ブッシュリングとか言いますけどね、ブッシュはね、ブッシュをサスペンション
の取り付け部分にこのボディとサスペンションの間にブッシュが入ってるわけですね。でそのブッシュっていうのは金属に黒いゴムを封入してるわけですけども、これがねブッシュも縦方向と横方向があるわけですね。で単純にこう取り付け、部分のブッシュで考えると、入力が入った時に縦方向は硬いとねガツンガツンときます。柔らかいとブッシュで吸収してくれて当たりが柔らかくなります。なので、昔はね縦方向も横方向も同じ硬さしかできなかったので、縦方向に合わせるわけですね。スポーツカーも横方向に合わせるわけです。だから乗り心地がね高級車セダン系はよくしようと思うと柔らかいブッシュを使うと突き上げのあたりが柔らかい、スポーツカーは横の動きをなくそうするとブッシュが硬い、足も硬い、だからガツンガツンくるということになってたわけです。なので、ブッシュはハンドリングにおいては横方向は硬くて動かない方がいい。でこの矛盾を解決する発明をしたのがメルセデス・ベンツ W204 型、2007年ですかね。あれで初採用されたと思いますが、ブッシュは縦方向を柔らかくしても横方向を硬くできる、そういうブッシュを発明しました。でそれがドイツ社から広がってきて、今は日本車でもそういうブッシュが使用されてます。なのでブッシュは縦にはたわんでもいいけども柔らかくてもいいけども横は動いちゃダメよと。よく動くとこれがねこう動いちゃうんで、タイヤが急激な接地変化が起きて、急激なオーバーセアンダーセアになるわけです。次は4番スプリング&ショックアブソーバーですが、これは皆さん分かりやすい部分だと思いますが、ショックアブソーバーねスプリングがこうついてて、で、このねチューニングっていうのはボディの重さ、重心の高さ、これで決まってきます。でそれをいかにバランスよくチューニングするか、これがメーカーと開発ドライバーの腕の見せ所ですね。で特にショックアブソーバーね、縮み側伸び側のこのバランスをうまく取らないとこの上下動が収まりにくくなります。で5番サスペンションジオメトリー、これがね一番分かりにくい、ややこしいということで、今からサスペンションジオメトリーの説明をします。サスペンションジオメトリーの種類ですが、キャンバーキャスターなどのホイールアライメント、2ロールセンターなどのロール特性、3アンチダイブ、アンチスクォートなどのジオメトリー、4スウェリングジオメトリー、大きく分けてこの4種類あります。キャンバーね、キャンバー角って何って言った時に、昔ね横浜銀杯の曲でカットビログロールということでね、ハの字のスリックバリバリと書いてありましたが、後ろから見たらタイヤがこうハの字に見えると、あれがねキャンバー、ネガティブキャンバーをつけてる状態なんですね。でネガティブキャンバーつけると何がいいかっていうと、コーナリング性能が良くなるですね。コーナリングスピードが高くなるということです。でその逆がポジティブキャンバーということになりまして、これはどちらかというと燃費優先の車、転がり抵抗を少なくするということで燃費が良くなるので、接地面積コーナーで減っちゃいますけどね、コーナーでは不安定になっちゃうけども、エコカーハイブリッドなんかは、傾向としてはポジティブキャンバーになっています。2ロールセンターなどのロール特性ということですが、車の前後重量バランスなんかでね、ロールセンター変わってくるし、高さでも変わってくるし、どういうふうにロールさせたいのかね、車のバランスとも関係してくるし、それが
設計時にどういうロールセンターを出すかということで設計されます。3、これね、アンチダイブ、アンチスクォートなどのジオメトリーということで、アンチダイブ、要はブレーキングした時ね、これですね。でスクォートはカースクした時こうですね。要はこうあまり前後にこう動かないようにいかにサスペンションセッティングをさせるかと。まあこれは反力を生むサスペンションセッティングということでね、ガンさんなんかはよく言ってますが、ブレーキングした時に前にノーズダイブなるべくしない、そういうセッティングの車、ね、アンチダイブにすると、そういうふうに、大体同意者がそういうふうになってるわけですね。これも同意者だけじゃなくフェラーリとかね、そういう走りのいい車は全部そうなってます。で、ポルシェもそうですね。でこれはね、運転しててね、分かる人と分からない人がいると思うけども、フェラーリ、ポルシェ、メルセデス、BMW 乗るとね、コーナーのブレーキンググッとかけた時にこういうね動き、ノーズダイブがね非常にこう起きにくくて、ノーズダイブじゃなくて4輪が沈み込むという動きをします。4輪が感覚では4輪がもう均等に沈み込んでいるような感じなんですね、フィーリングはね。セグに言えばやっぱそれは多少になってますよ。ノーズダイブするんだけど、それが非常に極めて少ないと、強いブレーキングしてもね。で4輪が沈み込むような動きをする。それは加速の時もね、スクォートがあまり起きないね。だからこうフラットライドになるわけですね、これが走行してる時に。で4輪が沈み込むような動きをする。そうするとコーナーの進入が安定する、ブレーキングで乱れにくい、そういうことになるわけですね。で、最後に4番目のステーリングジオメトリー。これはステーリングのジオメトリーとかね、あんまり聞く言葉じゃないと思うんですけども、これについて、説明します。ステーリングジオメトリーには2種類あります。アッカーマンステーリングジオメトリーとパラレルステーリングジオメトリー、この2種類がありますね。アッカーマンステーリングジオメトリーの特徴を説明します。内外輪の回転半径の差に応じて内輪をより大きく切るようにするもので、低速時には曲がりやすくなるが高速時には不安定になりやすい、こういう特徴があります。こちらの画面を見てください。この図がね分かりやすいんだけども、視点はね後輪軸上ですね。で、内輪の方が切れないとこう抵抗になるのでスムーズに曲がれなくなるんですね。それはなぜかというと回転半径が違うからですね、内輪と外輪じゃ。だから内輪の回転半径に合わせた前輪の切り角と、この外輪の回転半径に合わせた曲がる前輪の切り角は違うわけですね。それで、切り角が違うということになります。次はパラレルステーリングジオメトリーの特徴を説明します。左右輪を等しく切るようにするもので、高速時には安定しているが低速時には曲がりにくくなる。もしかしたら勘のいい方はね、ちょっとピッとこう来た人がいるかもしれません。ピッと来たあなた、素晴らしい。これはね、ポルシェとかフェラーリとかね、スポーツカーはじめドイツ車ね、お国柄アウトバンがあってね、でじいちゃんばあちゃんも田舎道で100キロ走ってて、別に警察それ取り締まらない、街中でね取り締まるんだけどね、メリハリがあって、イギリスもそうなんです。
そういう国はねやっぱりね飛ばすから高速中速そこに車を合わせて作ってるわけですね。かたや日本ほとんど40キロ。そりゃねそれだとやっぱりアッカーマンステーリングジオメトリーになっちゃうよね。だって40キロだったら絶対アッカーマンの方がいいんだもん。だから飛ばすことを考えてないと。法定速度内に走るのは当たり前じゃないかと。まあそういうね、現実を無視してたわけですよ。まあ綺麗事というかね。でまあそれ交通行政にも問題が僕はあると思います。ゆっくり走れば移動時間かかるんだから、だからまあ考え方の違いでね、この辺が西洋人の現実主義というね、まあ、政治にも出てるわけですが、まあ話は置いといて、なので、走りの違いがこの辺にあるわけですね。ちなみにアッカーマンステーリングジオメトリーはネガティブキャンバーになります。まあそんな違いがあるわけです。簡単にアッカーマンとパラレルの見分け方がねありまして、この YouTube 見てる方だけにお教えします。まずねドイツ車に乗ってる方、メルセデスとか BMW とかね、アウディとかね、フォルクスワーゲンとかね、そういう方はねちょっと試してもらいたいんですが、もしかしたらもうそういえばっていう人もね多いんじゃないかと思いますが、立体駐車場ありますよね。でまあ上がるときあるいは降りるときねぐるぐる回ってね降りてきて、そうするとねタイヤが泣きます。そりゃ泣いてるよなっていうね方も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますが、それはねパラレルだからなんですね。パラレルは低速時は苦手なんですね。だから抵抗が増えるわけです。当然内輪と外輪同じになってるんで当然ですよね。だからまあポルシェなんかもろほんとパラレルとかねスポーツカーになってるんで、まあ一般車はドイツ車とか BMW はパラレル寄りっていうことでね、日本車はアッカーマン寄りということで、100% アッカーマン 100% パラレルじゃないんだけども、まあ BMW メルセデスはパラレル寄りですからほぼ同じになってるんで、これアスファルトの上だとねガッガッガッとなったりとかね、まあポルシェとかねフェラーリになるかもしれません。まあメルセデスとか BMW はまあ一般車なのでそこまでパラレルに振ってないですが、基本的にはパラレルなので、駐車場でコンクリのね路面のところだと摩擦係数が低いんでね分かりやすいです。これ日本車はね泣きません。アッパーマンだからね。まあこういうところでもね違いが分かるわけです。よかったら試してみてください。